ちは。テクテク日本語教師のたまです。この番組は日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。日本の生活や文化、日本語のことについてできるだけわかりやすい日本語でお話しします。皆さんこんにちは。お元気ですか？今回は配信が1日遅れてしまいました。ごめんなさい。最近とても忙しいんです。理由は私がアルバイトしているレストラン、ベジタリアンのレストランなんですが、ここの仕事が増えたことです。9月と10月にイベントに出店することになったんです。9月のイベントは地元のイベントです。地元というのは自分が住んでいる場所や自分が生活や仕事などでいろいろと直接関係があるような地域のことです。9月のイベントはレストランがある場所、その地域に関係があるイベントということです。具体的にどんなことをするかというと、移住してきた人や移住したい人のための交流イベントです。移住というのは、今住んでいる場所から別の地域に住む場所を変えることです。引っ越しと意味が似ていますが、引っ越しはただ住んでいる場所を変えるという意味です。移住の場合、生活スタイルや仕事も変わってそこに長く住むというイメージです。例えば都会から田舎に移住する、日本から海外に移住するという感じです。私自身も東京から長野県に移住しました。日本から台湾に移住したことがあります。私が住んでいる地域は実は住みたい田舎ベストランキングで1位になったんです。人口5万人から10万人の田舎で若い人や小さい子供を育てている人が住みたい場所という意味です。つまり最近この地域に移住してきた人、移住したい人がとても増えているということなんです。でも移住するということは家を探したり仕事が変わったりしますよね。子供がいれば学校も変わります。生活の方法も変わります。いろいろわからないことも多いですよね。それである人が移住したばかりの人や移住したい人のためにいろんな情報を交換したり、お互いに知り合ったりするための交流ができるイベントを考えました。この人はもともと都会から移住してきた人で、この地域がとても好きなんですね。だからこの地域に移住したい人を手伝ってあげたいと思っているんです。それで9月にこのイベントが私がアルバイトするレストランで行われることになりました。イベントの主催者、イベントを考えて実際にやる人がレストランを貸し切ってイベントをします。貸し切るというのは場所や乗り物などをある人や団体だけで使うことです。だからこの日はレストランはいつもの営業とは違います。このイベントのためのメニューを考えたり、提供方法を変えたりします。レストランでこういうイベントをするのは初めてなので、いろいろ考えています。9月のイベントはこんな感じです。10月は2つイベントがあります。1つは健康に関するイベントです。健康、心や体の健康です。もう一つは観光に関するイベントです。観光、この地域の風景や
食べ物、文化に関係するイベントです。この2つのイベントは出店です。レストランではなく、イベント会場に行っていろいろ販売します。これも初めてなので、どんなメニューを作るのか、どんな方法で売るのかなどなどいろいろ考えなければなりません。まあそんなわけでいつもの営業以外にやらなければならないことが増えて今少し忙しいんです。このポッドキャストは毎週金曜日の朝10時、日本時間の10時ですね。この時間に配信することを目標に頑張っていますが、そんなわけで今回は配信が遅れてしまいました。それで最近ちょっと思っているのは配信時間を変えようかなと考えています。今は朝10時配信ですが、これを夜10時に変えようかなと思ってます。なので10月からは配信時間が変わる予定です。あとやっぱりすごく忙しい時は配信が遅れたりすることがあるかもしれません。そこはお許しくださいね。私自身はこのポッドキャストを作るのはとても楽しいし、生活のリズムにもなっているので、忙しい時でもできるだけ続けたいと思っています。それにリスナーさんも増えているし、コメントをいただくこともあって、とても励みになっています。これからももっといろいろ役に立つコンテンツを作っていきたいと思っていますので、どうか応援よろしくお願いいたします。では今日の単語を復習しましょう。ウェブサイトにスクリプトがありますので、皆さんどうぞ利用してくださいね。それでは始めます。1、地元、地元。2、地域、地域。3、移住する、移住する。4、交流する、交流する。5、貸し切る、貸し切る。6、提供する、提供する。7、出店する、出店する。このポッドキャストのスクリプトがウェブサイトにあります。それから YouTube でも字幕、サブタイトルをつけてアップしています。字幕は配信されてから2、3日後になりますが、読みながら聞きたい人は YouTube でも聞いてみてくださいね。日本語の字幕と英語、中国語の字幕もあります。英語と中国語は自動翻訳、コンピューターの翻訳を私が少し直しています。でも専門の翻訳ではないので、ちょっと間違っているところもあると思います。参考程度に見てくださいね。皆さんからのメッセージもお待ちしています。概要欄にメッセージフォームのリンクがあります。Spotify のスマホのアプリでもコメントが書けます。YouTube のコメント欄でも OK です。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは今日はここまで。また次回お会いしましょう。